はい、今回はですね、どうしても気になったのでお迎えいたしました。それがこちら RC 配膳ロボット。ご注文の商品をお持ちしましたにゃん。これは今日じゃない。はい、ドン。表彰フェーザー D286GT チューンドバージョン。表彰さんが新しく発売した 2WD ドリフトシャーシの RTR モデルですね。そして私ちゃんゆか、過去にも密かに 2WD ドリフトにはチャレンジしてきたんですけれども全くできませんでした。はは。でもですね、このシャーシがどうしても気になってどうしても触ってみたいって思ってたら買ってましたわ。はは。この ZN6 の86の前に AE86 も発売してたんですけど、そっちはすぐに売り切れちゃってたので、こっちの方ですね、買ってみました。さあ果たして私にこの子を走らせることができるのか。とりあえず上げていこう。パッケージがかっこいいよね。完全新設計ドリフト専用シャシー&メカ搭載。これがドリフト RC の新たなスタンダードって書いてあるんですけど、全然できない私にできるのかどうか。パカン。うわーぬーんと。おー、これかっこいいね。車高は結構高めなんだね。こういうもんなんかな。ドリシャは全くわからん。とりあえずボディ外そうか。まずここを押す。そして前を抜く。リバウンドがないね。ああ、ここのスペーサー、これ抜けばいいのね。これは走らせながら触ってみようかな。で、メカ類はスタンダードサイズのサーボとブラシモーター。 ESC は表彰さんの名前だけど某 HW のおなじみのやつっぽいね。で、ああ、立った。受信機にジャイロが内蔵されてて、ジャイロの調整はステアリングゲインで調整。アーム類は基本的には固定だけど、リアのロアアームはトレッド幅が調整できる構造になってる。で、シャーシのこの部分、ここで伸縮できてホイールベースも変えれる。ここが面白いですよね。さらにこれモーターもこの位置からくるっと回してリア寄りのさらに高めの位置に変更できるみたいですね。で、あとね、キラッキラのキャリパーとローターもついてる。かっこいい。シャーシはこんな感じ。付属品も見ていこうかな。パカッ。プロポ。これは強小の RTR の定番のやつだね。ステアリングトリム、ステアリングデュアルレート、スロットルトリム、スロットル EPA が前後で独立してると。こんな感じ。他にもいろいろついてるよ。バインディングコネクターとフェイルセーフ設定用スティックとジャイロ調整用スティック。こちら工具。ちょっと立派な十字レンチと六角レンチが2本。R ピンで留めるタイプのボディを搭載する時用のボディポスト。ボールキャップとサーボホーンと、これなんだ？説明書には SC ベースって書いてあるんですけど、一通り目を通したけど、これはちょっとわかんない。あとはここにディフューザーと、ちょっと開けようか。ディフューザーとショートのバッテリーを使う時用のバッテリーホルダー、トレッドを短くした時用のドライブシャフトですね。付属品は以上です。でね、説明書をさっき見てたら、この辺いじるとキャスター角とかロアのサスホルダーの向きでロールセンターの位置とか、結構そのままでも調整幅持ってますね。これは楽しめそうだ。でもまずは吊るしでいってみますけどね。よし、ちょっと回してみましょう。いきますよ。お、サーボがかなりまったりしていらっしゃるね。ドリフトってこんな感じでいいのかな。ちょっと待って。でもジャイロはちゃんと効いてるね。で、あとね、 LED も買ったのでこれ仕込んじゃいます。僕の LED 買うの忘れちゃった。これはまた買ってこよう。さあ走らせてみるべ。で、暑いんで夜行きます。ではではでは行く。じゃん。こういうことが狙いなんだろうなと思って片桐金足りビントンしよう。MF ゴーストみたいなね。で、もう一個ライトも追加して全部光るようにしてみました。すごくかっこいい。でね、自信がないのでお外のアスファルトでやっていこうと思います。じゃあ早速やっていきましょう。じゃあまずは恐る恐る定常円からいただく。お、いける？ああお、意外といけそう。ああMF ゴースト。
ちょっと待て、なんかおかしいぞ。ジャイロと同時にスロットルがね、一瞬落ち込む瞬間がある。やっぱそうだ、スロットルは一定なんだけど、ジャイロが効くと同時に入力が阻止されてる。これあれかな、スロットルゲインが悪さしてるっぽいよね。一回全オフにしてみよう。これでいけそうだね。リトライ。 MF ゴースト。やっぱあかんか。ちょっと練習にお付き合いください。とりあえず10回回れたらよしとしましょう。頑張るぞ。ちょっと逆に大きい円だったらいけたりするかな。ちょっと逆回転だったらいけたりせんかな。1、2、3、4、5、6、いける。7、8、9、10、11、12、13、14。これで許してください。8の字やっていいですか。よし、ちょっと不安しかないけど僭越ながらシャンユカの8の字をご覧ください。いくぞ。すげえアンダー出たね。あ角度がつきすぎると戻ってこないね。一丁前にこんなこと言ってるけど、私が悪いのかマシンが悪いのかわからん。いやー難しいね。なんとか8の字はできるようになりたいな。悔しい。ちょっと間隔広げようか。さあ行ってみましょう。ちょっとリアのスペーサー抜いてみようかな。これでトラクションかかるかな。なんかめっちゃ当たっとるね。戻そう。MF ゴースト。これタイヤ変えたらもうちょいいけるんかな。ちょっと持ってくるか。じゃん、 G フォースのハヤテホイールとおすすめしてもらったタイヤ。これでいけるといいね。はい、着いた。これちょっと帰ったらお見せしますね。さあこれで行ってみっか。どうかな、どうでしょうね。さあかっちょいいドリフトを見せておくれ。
わからんちょっとタイヤ戻そうかな。向き変わらんくなってしまった。あれおかしいななんか動きがおかしくなっちゃった。あれタイヤが転がってない。これ全然フロント転がってないね。なんで？ただのナット締めすぎだったっぽい。なんでさっきのハヤテホイールに変えた。これでもう一回行ってみよう。くちゃくちゃだ。さっきの変な状態で慣れちゃったから、もう一回体を作り直さないといけない。この動きだよね。だいぶ慣れてきた。ドリフトスーパー初心者の私でもこんだけ滑らせる、あららららある程度ね滑らせることはできてるから、シャーシはね結構いい気がする。このマシンを育てつつ私もスキルアップできるといいな。かっこいいじゃん。とりあえず満足。でもちょっと気になる部分もあるんで、お家帰ってチェックしましょう。いやー楽しかった。ちょっとだけジャイロの使い方が理解できた気がするかな。でもやっぱり難しいですね。とは言いつつ自分史上では今までで一番できた気がするのでよしとしようと思います。結構な酷評を聞いてたのでどうなんだろうなって思ってたのが正直本音で、多分スパッとリアから侵入したりとか思い通りにドリフトができちゃう方々からすると車作りの面とか含めて思うところがいろいろあるんだろうなとなんとなくですが察しがついてたんですけど、私くらい 2WD ドリフトを理解できてない人間からするとですね普通に面白いですねこれで。今帰ってきていろいろチェックしてみたんですけど、ホイールナットを締めすぎると回らないというか、多分このダミーローターとキャリパーがちょっといたずらをしてる感じで、キャリパーの位置調整とハブ兼ダミーローターを1回外して付け直してもう1回しっかりホイールナットを締めたら普通に回るようになりました。あとはリアの回転が詰まり気味な感覚だったんですけど、それはここのバックラッシュがちょっときつすぎかなっていう感じだったので、これも若干調整してみたら良くなった気がします。ひとまずこれで動きがスムーズになったので一旦ねこの状態でまた試したいなと。それからモーターと ESC ですね。正直私のレベルだと標準のブラシモーターでいいかなという気がしてるんですけど、少しだけ気になるのがスロットルをオフした時にキュッと失速する感覚があって、これはブラシモーターのコギングのせいなのかな。それを考えるとブラシレスモーターもちょっと試してみたいんですよね。もう少し回転数を慎重に落としたいという印象なので、ブラシレスモーターに交換してドラッグブレーキ調整してなんとかならないか試してみたいんですけど、それが正解かは分かりません。ジャイロに関しても私がこの速度域がやっとだからなのか、案外受信機に内蔵されたジャイロでも普通に操作できました。ただスロットル側のジャイロゲインには要注意ですね。これはオフにしないとしんどいです。でやっぱりプロポとジャイロとサーボをまるっと交換しちゃえばパッとポテンシャルは上がる
未来が見えますよね。ので私は一旦このまま行きますが、慣れてきたらちょっとずつメカ類も変えてみようと思います。まあちょっと走らせてみて、もっとこのままで練習しないとなって思ってるんですけど、いろいろ試してみたいと思わせてくれるマシンで、個人的には満足度が高い1台でしたね。ガチのドリフトって車作りが本当に難しいので、もっと幅広く選択肢を見てもらって、通う予定のサーキットでしっかりアドバイスをもらいながら選んだ方がいいとは思うんですが、まずは気軽に近所のアスファルト路面で 2WD ドリフトの動きとかジャイロに慣れるために遊ぶっていう感じであれば十分楽しめる1台なんじゃないかなと思います。ということで、せっかくちょっとだけジャイロと仲良くなれた気もするので、私も練習しながらいろいろ思いつくことを試しつつ楽しんでいこうと思います。終わりー。